キャスケットガールについて私たちが知っていると思っている常識は、もしかすると全て間違っているのかもしれません。海外のファンの間では、このようなとても興味深い考察が繰り広げられています。この動画では、藤井風海外ファンによる考察を徹底サーチして日本語訳でまとめてみました。それらによると、キャスケットガールは単なるヒット曲ではなく、美しく作り込まれたミステリーというだけでもありません。キャスケットガールは象徴、隠された意味、そして心理的な複雑さが緻密に組み上げられた迷宮として、今、世界中のリスナーに人間という存在についての深い問いを突きつけています。数ヶ月前、藤井風の記念すべきアルバム、プレマのオープニングトラックとしてリリースされて以来、この曲は世界中の音楽コミュニティにおいて圧倒的な分析対象となり、大胆な仮説が飛び交い、熱烈な議論の的となってきました。興味深いのは、世界中のファンやメディアが、この曲を掘り下げれば掘り下げるほど、その本当の意味についての解釈が多様化しているという現象です。このわからなさこそが、この楽曲の天才的な構造を示していると言えるでしょう。ここ数ヶ月、世界中の熱心なファンたちは、歌詞の一言一句を解剖し、メキシコで撮影された MV のあらゆるフレームを分析し続けています。グルービーで一見陽気なサウンドの中に埋め込まれた、より深い精神的心理的なメッセージについて、ネット上では議論が絶えません。あるコミュニティでは悲劇的な結末を迎えたラブストーリーと定義され、別のメディアでは誘惑と道徳的な妥協についての暗い物語だと論じられています。そして真の自分を縛り付けるものから解放されるための根源的な精神の旅だと主張する声も多く上がっています。この動画では全世界のファンコミュニティ、SNS での議論、海外メディアの報道などを徹底的にリサーチし、そこで語られている考察や発見を日本語訳としてまとめました。現在、最も説得力があるとされるファン考察の数々、コミュニティによって特定されたイースターエッグ、すなわち隠し要素、そして藤井風自身が語った言葉を総合的に検証します。この世界規模の解読作業を一緒に体験することで、なぜ今、世界中の人々がこの曲について語りたがるのか、その理由が明らかになるはずです。それでは、世界中のファンが覗き込んでいる、このキャスケット、棺の中身を検証していきましょう。セクション1。楽曲の起源と藤井風が語った真実。まずは、世界中のファンが注目した楽曲の誕生秘話から、物語を紐解いていきます。海外ではどのように紹介されているのでしょうか。記事をまとめてみました。楽曲の誕生秘話、海外の考察。キャスケットガールを理解するには、まずその出生の秘密を知る必要があります。この曲は2025年9月にリリースされた藤井風のサードスタジオアルバムプレマの幕開けを飾る曲で、伝説的なプロデューサー、シャイ・カーターとのコラボレーションによって制作され、彼にとって大きな転換点となりました。しかし、この曲がどのように生まれたかについて、非常に興味深い裏話があります。実は、元々のタイトルは、キャスケットガールではありませんでした。公式ファンリソースに投稿されたインタビューの中で、藤井風は、この曲が当初、バスケットボーイズとしてスタートしたことを明かしています。制作チームは当初、バスケットボールをテーマにしたプロジェクトのために曲を作っていたのです。想像できますか？バスケットという言葉には良いリズムがあり、語感も良かった。しかし、風とシャイ・カーターが様々な歌詞のバリエーションを試しているうちに魔法が起きました。バスケットとキャスケット棺の音の類似性がクリエイティブなひらめきをもたらしたのです。バスケットからキャスケットへのこの小さく、ほとんど偶然とも言えるシフトが全てを根底から変えました。突然、彼らは単にキャッチーなタイトルを扱っているのではなく、テーマとなる核を手に入れたのです。もちろん、棺、キャスケットは死、終焉、閉鎖を連想させます。それは暗く、重い意味を持っています。それなのに、完成したトラックのアップビートで、グルービーなプロダクションは、
タイトルの暗さと音楽の持つ妖艶でダンサブルなエネルギーとの間に魅惑的な緊張感を生み出しているのです。キャスケットガールが実際に何を表しているのかと尋ねられた際、藤井風は無数のファン考察の基礎となるヒントを与えました。彼はそれをあなたを引き止めるもの、あるいはあなたを重くのしかかるものの象徴だと説明したのです。そしてこの曲を作る意図は、それらを乗り越え、それらとうまく付き合っていく方法を見つけるプロセスを描くことだったと語っています。これは極めて重要な詳細です。なぜならこれによって解釈の層が一気に広がるからです。キャスケットガールは必ずしも特定の人物ではありません。彼女は象徴なのです。私たちを罠にかけ、前に進めなくさせている、主に誘惑、執着、あるいは内なる葛藤そのものなのです。藤井風自身、アルバムプレマ全体が非常に個人的なものであることを示唆しています。彼はこのプロジェクト全体が27年間のすべてを一つの作品に凝縮したものであると述べています。アルバムリリース時、彼は27歳であり、そのタイミングには意図的な精神的、数秘術的な意味が込められています。彼の言葉を借りれば、このアルバムは今の自分が誰であるか、そして自分が心から愛するものは何かを表現したいという欲求を表しているのです。この文脈を踏まえると、キャスケットガールは完璧なオープニングとなります。それはアーティストが自分を引き止めていたすべての思いと対峙する瞬間であり、そして私たちにも同じことをするよう手招きしているのです。アーティスト自身の言葉がこれほど深く分析されているのも珍しいですね。さて次は世界中で最も議論が活発に行われているあの謎めいたミュージックビデオのストーリーについて見ていきましょう。セクション2。MV の物語と視覚的シンボリズム。このセクションでは海外の映像分析系 YouTuber やブロガーたちがこぞって取り上げた MV に隠された物語の構造を解説します。MV に隠された物語、海外の考察。2025年11月に公開されたキャスケットガールのミュージックビデオこそ自体が本当に面白くなるところです。独特な1970年代のレトロな美学でメキシコシティにて撮影されたこのビデオは解読を要する謎めいた物語を持つまるで短編映画のような作品です。基本的なプロットはこうです。2つの並行するタイムラインを追っていきます。一方のタイムラインではパフォーマーとしての藤井風が見えます。きらびやかな衣装に身を包み、宇宙的な銀河のビジュアルを背にステージに立つミュージシャン。彼は輝いています。彼は自由です。彼は芸術的表現のすべてをもってパフォーマンスしています。しかし、場面は別の現実へと切り替わります。砂漠を走る赤いオープンカー。その車の中には、風と明らかに不機嫌で心ここにあらずといった様子の黒い服の女性が乗っています。この女性こそがキャスケットガールです。ここでのメタファーはあまりにも完璧すぎます。この赤いオープンカー自体がキャスケット棺なのです。主人公と彼の重荷の両方を運ぶ車輪のついた棺桶です。これは私たちがどこへ行くにも心理的な重荷を運んでいる様子を表す美しい視覚的メタファーです。物語が進むにつれ、運転中の2人は逃亡犯に関するニュースを目にします。その直後、彼らは車を止め、風は一人のヒッチハイカーを拾います。魅力的な笑顔と気楽な雰囲気を持つ男です。しかし、ここからが闇の入り口です。この男こそが逃亡犯なのです。主人公はそれを知っています。それでも彼は男を車に乗せるのです。この逃亡犯は何を象徴しているのでしょうか。ここでファンの考察は分かれ、曲の深い意味を理解する上で重要なポイントとなります。ファンコミュニティからはいくつかの解釈の枠組みが生まれています。解釈その1。内なる悪魔シャドウセルフ。最も説得力のあるファン考察は、ヒッチハイカーは実際には別の人間ではないというものです。彼は主人公の内なる悪魔、彼の影、シャドウ、彼のエゴの具現化なのです。
彼は彼を拾うという行為自体が誘惑に屈すること、破壊的だと分かっていても、抗うのが難しいくらい衝動に身を任せることを表しています。あるファンが X でこう表現していました。この曲は我々の内なる悪魔に屈することについての曲だ。MV では主人公が道徳的に妥協を強いられる選択をしていることを完全に自覚している様子が描かれています。彼は男が指名手配されていることを知っています。それでもやってしまう。それは幸福の瞬間なのです。解釈その2。破壊的な欲望と依存。また別の見方では、ヒッチハイカーを破壊的な欲望、依存、あるいは私たちを工事の事故から引き離す強力な力の象徴と捉えています。風、キャスケットガール、おそらく彼の工事の意識、そしてヒッチハイカー、誘惑という3人の関係性は心理的な戦場となります。主人公は文字通り自分の存在という器の中に破壊を招き入れることを選択しているのです。解釈その3。組織的な腐敗と道徳的妥協。3つ目の解釈は物語をより文字通りに道徳的な妥協と腐敗への転落として捉えるものです。ヒッチハイカーは犯罪の世界、安易な金や近道、完全に飲み込まれてしまう前にちょっと手を出すだけだと自分に言い聞かせるような物事を表しています。登場人物一人一人にこれほどの意味が込められているとは驚きです。続いてはさらに細部へと目を向けてみましょう。鋭い観察眼を持つ海外ファンたちが発見した映像の中に隠された象徴的なアイテムについてです。セクション3。MV における深層の視覚的シンボリズム。ここではレディットなどの掲示板で話題になった一見見落としてしまいそうな隠されたディテールをまとめてご紹介します。MV に隠されたディテール、海外の考察。この MV には注意深く見ることで報われる数多くの視覚的なディテールが含まれています。最も重要な象徴的要素のいくつかを分解してみましょう。赤い車と棺のメタファー。すでに明白なつながりについては触れました。赤いオープンカーは棺そのものです。しかし、それだけではありません。オープントップのデザインは一種の露出、無防備さを暗示しています。隠れる場所はありません。それなのに、中にいる女性は、この露出された空間においてさえ、内に引きこもり、心を閉ざしたままです。指輪のすり替え。鋭い観察眼を持つ視聴者の注目を集めた詳細の一つに、異なるシーンで風が身につけている指輪があります。華やかなパフォーマンスのタイムラインでは、彼は特徴的な指輪をしています。あるファンの分析によれば、それは銀色の UFO の形に似ていると言います。UFO の象徴性は、通常、未知のもの、神秘的なもの、超越的なものを表します。一方、車のタイムラインでは、彼は赤いカボションストーンをあしらった別の指輪をつけています。タイムライン間での指輪の入れ替わりは、異なる意識状態を示唆しています。一つは高められた精神的な状態。もう一つは地上の誘惑に根ざした状態です。女性の表情と変容。キャスケットガールは MV の冒頭、明らかに不愛想でほとんど無表情に見えます。彼女の表情は諦めに満ちており、まるでこの機能不全のサイクルにおける自分の運命をすでに受け入れているかのようです。しかし物語が進むにつれ、特に解放と精神的な目覚めのテーマが明確になる曲のブリッジ部分で、彼女の態度は変化します。彼女はパフォーマンスをしている風の動きを鏡のように映し始め、同様のポーズをとり、目覚めや変容の可能性を示唆し始めます。手で作られた銃。おそらくビデオの中で最も心理的に強烈な瞬間は、キャスケットガールが手を銃の形にして主人公を撃つシーンでしょう。これは深い象徴的な暴力の瞬間です。しかし、それは女性、つまり工事の事故がエゴに対して振るう暴力です。一部の考察者は、これは工事の事故が文字通りエゴの執着や誘惑を殺しているのだと示唆しています。
主人公はこの銃撃を受け入れ、それを愛ある行為としてさえ受け止めているように見えます。逃亡犯の見えない車。純粋に不気味な詳細が一つあります。逃亡犯がヒッチハイクをしているとき、彼は見えない車を運転していたかのように見えます。道端にいる彼を見ると、目に見える車両はありません。ただ路面に車輪だけが見えており、まるで透明な車が故障したかのようです。これはヒッチハイカーが物理的な存在ではなく、心理的な具現化であることを強く示唆しています。彼は目に見えない力、欲望、依存、エゴの擬人化であり、実体を持たないにもかかわらず、私たちの生活に対して凄まじい支配力を持っているのです。ナンバープレートと最後の別れ。クライマックスの瞬間において、一部のファンは車のナンバープレートや男が走り去る最後のシーンに注目しています。あるファンが意味深に地獄へのハイウェイと表現した道を走り去る車両は、主人公とキャスケットガールを乗せていた赤いオープンカーではなく、逃亡犯の謎の車、誘惑の車であり、夜の闇へと走り去っていきます。これが意味すること、それは主人公がそれを手放すことを選んだということです。日の出と精神的な目覚め。ビデオは風とキャスケットガールが夜明けに並んで立ち、日の出を見つめるシーンで終わります。彼らはもう車の中にはいません。そこには夜を通り抜け、新しい一日へと現れ出たという解放感があります。車は去りました。逃亡犯も去りました。残ったのは主人公と彼の工事の事故であり、ついに足並みを揃え、共に夜明けを迎えているのです。映像の隅々にまでこれほど深いメッセージが隠されていたとは。まさに神は細部に宿るですね。それでは次に英語詞に込められた意味を紐解いていきましょう。海外ファンならではの言語感覚による鋭い歌詞分析をご紹介します。セクション4。歌詞の解読、そう剥がして。海外ファンの解析によって明らかになった歌詞の奥深くに隠された意味。ここではその綿密な分析結果を日本語に訳してご紹介します。では実際の歌詞を見ていきましょう。考察した海外ファンの解析によると、ここには綿密な分析に値する意味が詰まっています。歌詞に隠された意味、海外の考察。曲は一見単純な警告で幕を開けます。Oh, wake up bro, she'll come alive. You better watch out baby, she's about to wreck your life. おい、目を覚ませよ兄弟、彼女が動き出すぞ、気をつけた方がいいベイビー。彼女はお前の人生をめちゃくちゃにするつもりだ。表面的にはこれは危険な女性、おそらく誘惑者や破壊的な誰かについての歌のように聞こえます。しかし、キャスケットガールが内なる葛藤の象徴であるという理解を持って聞くと、意味は変貌します。彼は自分自身に警告しているのです。目を覚ます必要があるのはお前だ。気をつけるべきなのはお前だ。お前が見ないふりをしてきた内なる何かが、今まさに動き出そうとしている。覚悟しろ、と。そして、プレコーラスが続きます。その脆弱さは痛いほど感情的です。I just wanted to be free and be happy endlessly. Something always drags me down. Wanna run away, but I can't. ただ自由になりたかっただけ、そして終わることなく幸せでいたかった。何かがいつも僕を引きずり下ろす。逃げ出したい。でもできない。これは蒸留された人間そのものです。自由と幸福への願望は普遍的で、一見単純なものです。しかし、常に私たちを引き止める何かがあります。走りたいのに走れない。私たちは縛られています。そして最も痛ましいのは、私たちはしばしば自分自身で自分を縛り付けているということです。私たちを引きずり下ろす何かとは、私たち自身のパターン、私たち自身の選択、私たち自身の執着なのかもしれません。コーラスで核心となるメタファーが打ち込まれます。Casket girl, you came to lay my body down. There's nothing you can do. You're already dead. キャスケットガール、君は僕の体を横たえに来たんだね。君にできることは何もない。君はもう死んでいるんだから。ここで心理的な複雑さが深まります。
主人公はキャスケットガールに向かって歌っていますが、同時に自分自身にも歌っています。彼は自分がすでに精神的に死んでおり、重荷とあまりに深く絡み合っているため、復活は不可能に思えることを認めています。横たえるという言葉は、この死の需要を意味するのか、あるいは埋葬、物事の終わりを意味するのかもしれません。Fast or slow, just so you know then gorgeous eyes are my demise. 早くても遅くても言っておくけど、その美しい瞳が僕の破滅なんだ。この暗い瞬間においてさえ誘惑が存在します。彼を破壊するものそのものが美しいのです。これこそが人間の弱さの悲劇です。私たちはしばしば自分を最も傷つけるものに最も惹かれてしまう。破壊をもたらす美しい瞳はまさに美しいからこそ抗うことができないのです。Casket girl, you came to make me go insane. How can we not survive? It's such a shame. キャスケットガール、君は僕をおかしくさせるために来たんだ。どうして僕たちは生き残れないんだろう。本当に残念だ。ここには明白な絶望があります。この関係、キャスケットガールとの重荷の関係が自分を破壊していると知っていながら、彼はそれなしでの生存を想像することができません。それが依存です。それが執着です。それがたとえ自分を殺すことになろうとも知っているものにしがみつこうとする人間の傾向なのです。Use me up, can't get enough of all her lies. It can't be right. 僕を使い果たしてくれ。彼女の嘘はどれだけあっても足りない。こんなの間違ってる。変える力を持たない自己認識。彼はそれが間違っていると知っています。嘘をつかれていると知っています。自分が使い潰されていると知っています。しかし、引力はあまりに強い。間違っているという知識は止めることができない無力さと同居しているのです。しかし、ここで曲は救済へと舵を切ります。ブリッジ部分において。There's gotta be a way to make it better. Try a little love and grow together. もっと良くする方法があるはずだ。少しの愛を試して共に成長しよう。突然、希望が生まれます。偽りの希望ではなく、勝ち取った希望です。愛、特に自分自身への愛こそが出口かもしれないという気づき。自己需要、成長、変わろうとする意志。そして解放への究極のメッセージが続きます。Enough of delusion. Let's get out of the hole and find a way to make it better. Try a little love yourself together. 妄想はもうたくさんだ。穴から抜け出して道を見つけよう。もっと良くするために自分自身を少し愛して一つになろう。外部から内部へのシフトに注目してください。もはやキャスケットガールの問題ではありません。自分自身を愛することの問題なのです。自分が支配されていた妄想に気づくことなのです。曲はほとんど霊的とも言える宣言で締めくくられます。High time for freedom. Why don't we both come outer, casket girl? 自由になる潮時だ。僕たち二人で出ていかないか。キャスケットガール。両方、二人、ボースという言葉の使用が重要です。主人公はキャスケットガールでさえ、その重荷そのものでさえ閉じ込められており、解放を求めているかもしれないと認識しています。ここには自分を破壊してきたものに対してさえ奇妙な慈悲があります。曲はキャスケットガールを破壊して終わるのではなく、相互の解放への招待で終わるのです。非常に示唆に富んだ歌詞分析でした。海外のファンがここまで深く読み解いているのも、やはり英語詞という直接的なアクセスの良さが関係しているのかもしれません。さて次はさらに踏み込んで精神世界や心理学の観点からこの曲を読み解く海外ファンの高度な考察をご紹介します。セクション5、精神的・心理的な解釈。ここでは心理学やスピリチュアルな視点を持つ海外の論客たちが展開しているより学術的で深遠な解釈をまとめました。心理的解釈、海外の考察。アルバムプレマ全体が精神的なテーマと意識に深く関わっています。藤井風は自身の精神的な関心についてオープンにしており、キャスケットガールは目覚め、死、そして再生というアルバムのより広範な物語の中に位置づけられます。
精神的な解釈。コージの自己 vs エゴ。多くのファンがキャスケットガールをユング心理学や精神的なレンズを通して解釈しています。カール・ユングのシャドウセルフ、影の概念、抑圧され、否定された私たちの精神の一部がここで関連してきます。主人公は自分の影と戦っています。キャスケットガールは彼を悟りへと引き寄せようとするコージの自己、彼のより良い本性を表しているのかもしれません。この読み解きでは MV 全体がシャーマニックな旅となります。砂漠の風景は内面的な精神の荒れ地を象徴しています。逃亡犯は物質的なものへのエゴの執着や破壊的な行動を表しています。黒い服の女性は魂を表し、主人公が変容を選択するのを忍耐強く待っているのです。数人のファン考察者はアルバム名プレマ自体がサンスクリット語で神聖な愛を意味し、これは全ての存在のうちにある神聖を強調するヒンドゥー教や精神哲学と一致していると指摘しています。もし風がアルバムを通してこのテーマを探求しているなら、キャスケットガールはエゴとしての自分とコージの神聖な自己との間の障壁についての曲となります。心理的な解釈。依存と執着との対峙。より臨床心理学的な視点からは、キャスケットガールは本質的に依存についての曲です。必ずしも物質への依存ではなく、私たちを閉じ込めるパターン、行動、人間関係、あるいは妄想への依存です。依存の構造は歌詞の中で完璧に捉えられています。力なき認識です。主人公は状況が破壊的であることを知っています。キャスケットガールが自分にとって悪い存在であることを知っています。嘘をつかれていることを知っています。しかし、知っているだけでは十分ではないのです。慣れ親しんだもの、心地よいもの、たとえ破壊的であっても、その引力は強すぎるのです。逃亡犯を拾うという MV の物語は、私たちが恋に破壊を人生に招き入れる瞬間を表しています。それは誰もが知っているあの瞬間です。悪い決断だと完全に分かっていながら、それでもやってしまう時のことです。しかし、救済のアーク、物語の構造も同様に重要です。ブリッジのメッセージ、少しの愛を試して、和親の心理的洞察を反映しています。自己判断ではなく、自己への慈悲こそが、しばしば破壊的なサイクルからの実際の出口となるのです。メタ的解釈。アーティストの成長の旅。一部のファンは、キャスケットガールが自伝的であると提案しています。名声に伴う誘惑や腐敗と戦い、精神的及び芸術的な誠実さを維持しようともがく、アーティストとしての藤井風自身の旅についての曲だと、風が一貫して自身の成長や自己吟味についての音楽を作ってきたことを考えると、この解釈には説得力があります。キャスケットガールは芸術的真実を犠牲にした商業的成功の魅力的な引力かもしれません。逃亡犯は音楽業界が要求する妥協を表しているのかもしれません。赤いオープンカーは最終的には罠となる華やかなライフスタイルなのかもしれません。この解釈が正しければ、自身の条件でリリースされた大胆な全編英語プロジェクトであるプレマというアルバムのリリース自体が誘惑から去り、芸術的自由を取り戻すという主人公の選択を表していることになります。精神分析や哲学まで持ち出されるとは、もはや一つの楽曲を超えた芸術作品として扱われている証拠ですね。続いては、熱狂的なファンたちによる宝探しの成果、いわゆるイースターエッグについて見ていきましょう。セクション6。イースターエッグと隠された詳細。ここにも何かあるはずだ。と、世界中のファンが血眼になって探し当てた作品に隠された数々の秘密。ここでは SNS 上で大きな話題となった発見を厳選してご紹介します。イースターエッグ、海外の考察。熱心なファンたちはキャスケットガールの歌詞と視覚的要素の両方に隠された数多くのイースターエッグを発見してきました。他のプレマ収録曲とのつながり。
MV はメキシコで撮影されましたが、ファンはプレマアルバムの他の MV とのテーマ的視覚的なつながりに気づいています。例えば、内なる葛藤や精神的な旅というモチーフは複数のトラックに現れます。一部の考察者は MV 間に物語的なつながりがあり、より大きなストーリーアークを形成しているのではないかと推測しています。意図的な象徴としての70年代の美学。1970年代のビジュアルスタイルを意図的に選択したことは、ファンの間で議論を呼びました。70年代は大敗と快楽主義の時代でしたが、同時に精神的な目覚めと反逆の時代でもありました。この美学の選択は意図的なものかもしれません。歴史や心理の中で繰り返される過剰と啓蒙のサイクルへのコメントかもしれません。他の藤井風作品への参照。長年の風ファンはビジュアルスタイルやテーマ要素が以前の MV の要素と響き合っていることを指摘しています。精神的なパフォーマンスから道徳的な妥協、そして潜在的な救済へと至る旅は、ハチ公やその他の精神的なテーマを持つ曲に見られる物語のアークを反映しています。謎めいた指輪の交換。私たちが議論したタイムライン間での指輪のシフトは意図的に象徴的であると思われます。UFO のような銀の指輪は風の超越的なものや未知なるものへの関心を参照しているのかもしれません。赤い宝石の指輪は物質界へのグラウンディング、設置、執着を表しているのかもしれません。数のシンボリズム。ファンはビデオの多くの要素がペアや倍数で現れることに注目し、二重性と内なる葛藤のテーマを補強していると指摘しています。2つのタイムライン、2人の主要キャラクター、2つの指輪、すべてが曲の核心にある分裂した意識を強調しています。ファンならではの着眼点、さすがとしか言いようがありません。こうした細かい発見が積み重なって大きな議論へと発展していくのですね。では次に、現在ネット上で主流となっている主要な3つの仮説について、それぞれの主張を整理してみましょう。セクション7。ファン考察とコミュニティの議論。ここでは、レディットや SNS で形成された主要な派閥、それぞれの主張を公平な視点でまとめました。あなたはこの中のどの説が最も有力だと思いますか？ 2025 年9月にアルバムプレマがリリースされて以来、レディット、X、TikTok、YouTube 上のファンコミュニティでは、キャスケットガールについて活発な議論が交わされてきました。ファンコミュニティ、海外の活発な議論。内なる悪魔説、最も人気な説。英語圏のファンコミュニティにおける支配的な解釈は、この曲を内面的な心理的戦いとするものです。ヒッチハイカーは明らかに内なる悪魔やシャドウセルフであり、彼を拾うことは主人公が自身の闇を同情させる弱さの瞬間を表しています。この説の支持者は誘惑についての歌詞、逃亡犯を拾うことが間違っているという明確な知識、そして最終的な救済のアークを証拠として挙げています。彼らは曲全体が主人公の工事の事故、キャスケットガールと定時の事故、逃亡犯との間の会話であり、主人公はその中間にとらわれているのだと主張しています。執着的な愛説。一部のファンは曲をもっと文字通りに全てを焼き尽くすような破壊的な恋愛関係についてだと解釈しています。キャスケットガールは美しくも人を欺く実在の人物であり、主人公は分かっていながら執着的な愛にとらわれているのです。ヒッチハイカーは彼らが共に快楽主義と道徳的妥協のライフスタイルへと落ちていく様子を表しているのかもしれません。この解釈は逃げ出せないことについての歌詞、害があると分かっていても抗えない誘惑、そしてどうして僕たちは生き残れないんだろうという絶望的な問いを強調しています。名声と誘惑説。風が国際的なアーティストであるという地位を考えると、一部のファンはこの曲が名声の誘惑と腐敗についてだと提案しています。キャスケットガールは芸術的誠実さを表し、逃亡犯は音楽業界の暗いインセンティブや妥協を表し、
赤い車は名声が提供する華やかだが中身のないライフスタイルを表しています。この説はプレマが全編英語で世界を視野に入れたアルバムとしてリリースされたことによって裏付けられており、風が意図的に国際市場と関わり、その文脈における芸術的誠実さの問題と対峙していたことを示唆しています。精神的覚醒説。より精神的な傾向を持つファンは物語全体が意識の旅であると提案しています。歌詞にある詩は文字通りの詩ではなくエゴの詩、自我の詩です。キャスケットガールはエゴの死を経験しようとしている事故であり、逃亡犯はエゴの最後の必死の抵抗なのです。この読み解きでは、ビデオの終わりの日の出は精神的意識の夜明けを表し、主人公とキャスケットガールの両方の解放はエゴと工事の事故が一致、アライメントを達成したことを表しています。どの説も非常に説得力があり、甲乙つけがたいですね。議論が白熱するのも納得です。では、こうした様々な解釈に対して、作り手側はどのような意図を持っていたのでしょうか。次のセクションでは、制作背景からその答えを探ります。セクション8。制作の裏側とアーティストの意図。ここでは、インタビューや公式発表から、アーティスト自身の言葉と制作の裏側を紐解き、これまでの考察と照らし合わせてみます。制作の裏側と意図、海外の考察。藤井風自身がこの曲について語ったことは、これらすべての考察を評価するための重要な文脈を提供します。風は彼の意図がそれらを乗り越え、それらとうまく付き合っていく方法を見つけるプロセスについての曲を作ることだったと強調しました。この発言は鍵となります。それはゴールがキャスケットガールの全滅ではなく統合であることを示唆しています。それは私たちの重荷、私たちの影、私たちの限界に破壊されることなく、それらと共存することを学ぶことなのです。これは悪に対する単純な勝利よりも心理的な統合と一致しています。工事の事故が定時の事故を打ち負かすのではなく、ゴールは合成、主人公とキャスケットガールが一緒に棺から出てくることなのです。プロデューサーのシャイ・カーターとのコラボレーションも重要です。シャイ・カーターは R&B とソウルの制作経験があり、暗い歌詞とは対照的なこの曲のグルービーでアップビートなプロダクションは彼の影響です。このプロダクションの選択自体が意味を持っています。それは喜び、祝福、そしてグルーヴが闇と対峙することと両立可能であることを示唆しています。暗い話題を議論するために陰気な音楽は必要ないのです。風はまたアルバムプレマが27歳の彼の全存在、彼の暗い面や精神的な面だけでなく、そのスペクトル全体を表していると説明しています。キャスケットガールがオープニングトラックであることは、アルバムが完全な表現と神聖性から私たちを引き止めているものは何かという問いに直ちに対峙したいと望んでいることを示唆しています。統合や共存というキーワードが出てきたことで考察の方向性が定まってきたように感じます。それでは視野を広げてアルバム全体の中でのこの曲の立ち位置を確認してみましょう。セクション9。アルバムのより広い文脈。このセクションではアルバムプレマ全体の構成を俯瞰し、他の収録曲との関連性からキャスケットガールの役割を考察した海外レビューをご紹介します。プレマの構成、海外の考察。キャスケットガールを完全に理解するためには、それがプレマというアルバムの物語のどこに位置しているかを知ることが助けになります。キャスケットガールに続くトラック I Need You Back はシフトを表しているようです。キャスケットガールが誘惑と破壊への引力についてであるのに対し、I Need You Back は再生とポジティブな力を取り戻すことについてです。そのアークは誘惑の認識、誘惑を超越する選択、そして私たちが真に必要とするものの包容という流れのようです。アルバムの他のトラックは永遠の若さ、Forever Young、無条件の愛、You、そして自己愛、プレマそのものといったテーマを探求しています。
アルバムは意識、精神性、そして啓蒙と真の自己表現へ向かう人間の旅についてのより大きな物語を構築しています。この文脈においてキャスケットガールは必要な第一章です。光へと向かう前に通らなければならない私たちの影との正直な決算なのです。アルバム全体が一つの壮大な物語になっているという視点は非常に興味深いですね。では最後に、なぜこの曲がこれほどまでに世界中の人々の心を掴んで離さないのか、その根源的な理由について考えてみましょう。セクション10。なぜこの曲は響くのか。最後のセクションでは、この曲が持つ普遍的な魅力と世界中のリスナーが共感する理由について多くのメディアが指摘しているポイントをまとめました。共感する理由、海外の考察。キャスケットガールが何百万ものリスナーの共感を呼んでいるのは、それが普遍的な何かに触れているからです。それは自分自身の選択によって罠にかかり、罠に気づいていながら逃げることができない、あるいは逃げる気になれないという経験です。誰もがキャスケットガールを持っています。美しくも破壊的な何か、間違っていると知りながら、抗えない何か、たとえそれが自分を殺しているかもしれなくても、それなしでは生きられないと確信している何か。ある人にとっては人間関係です。またある人にとっては習慣、依存、キャリアの道、偽りの自己イメージ、承認への渇望かもしれません。藤井風の曲の天才性は安易な解決策を提示しないことにあります。問題に気づけば魔法のように解決するふりをしません。その代わりに戦い、誘惑、絶望を正直に描写し、ブリッジ部分においてのみ別の道があるかもしれないとあえて示唆します。自己愛と需要を通じて暗い歌詞とアップビートでグルービーな音楽を組み合わせるという制作上の選択もまた同様に素晴らしいものです。それは内なる葛藤を抱えて生きるという心理的現実を反映しています。あなたは踊りながら同時に苦しむことができる。あなたは微笑みながら溺れることができるのです。そして視覚的な市場と曖昧な物語を持つ MV は視聴者を意味の共同制作へと招き入れます。あなたは何を意味するか教えられるのではありません。あなたにとって何を意味するかを発見するよう招待されているのです。それではここまで見てきた世界中の考察の旅を最後にまとめて締めくくりたいと思います。結論、海外の考察。The casket was opened. 棺は開けられた。さて、結局のところ、キャスケットガールは何を意味するのでしょうか。それは藤井風が意図した通りの意味かもしれません。私たちを引き止めるものと対峙することについての曲であり、単純な勝利ではなく、統合という困難なプロセスについての曲だと、あるいは自由とはしばしば、私たちが否定したい自分の一部を認め、受け入れることを必要とするという認識についてかもしれません。あるいはあなたにとっては全く違う意味を持つかもしれません。あの絶望的な歌詞の中に自分自身を見るかもしれません。一つの関係、一つの選択、一つの岐路を見るかもしれません。それが偉大な芸術の美しさです。それは同時に複数の真実を保持することができます。それは失敗した人間関係についてであり、かつ精神的な旅についてでもあり得ます。依存についてであり、かつ人間の条件についてでもあり得ます。ダークコメディであり、かつ深い悲劇でもあり得るのです。私たちが確かに知っているのは、キャスケットガールが現代のソングライティングの傑作であるということです。層が厚く、複雑で、視覚的に素晴らしく、感情的に正直です。それは必要な分析に報いる一方で、完全な解読を拒む曲です。聴くたびに意味が変わる曲なのです。そこであなたの声を聞かせてください。あなたの解釈は何ですか？あなたにとってのキャスケットガールは何ですか？これらの考察のどれかが心に響きましたか？そしてさらに重要なこと、あなたはもう棺から出るという選択をしましたか？あなたの考察、解釈、そしてこの曲との個人的なつながりを
コメント欄に書き込んでください。この分析のコミュニティを一緒に作っていきましょう。そして、もし藤井風の音楽を初めて聴くなら、アルバムプレマから始めて、新鮮な耳でキャスケットガールを聴き、何を発見するか試してみてください。深い探求に付き合ってくれてありがとうございました。次の動画でも深くまで探求して楽しんでいる海外のファンのレビューを整理してお届けします。チャンネル登録をいただけると次の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。また、メンバーシップ、日だまりメンバー、さんさん応援団もよかったら覗いてみてください。様々な特典もご用意しています。詳しくはチャンネルトップのメンバーになるからご覧いただけます。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。